はい、今回はね、キウイフルーツを描いてみたいと思います。今日はこんな風にね、こちらはですね、これはキウイフルーツをカットした形を描きます。そしてこれが全体形ですね。このキウイフルーツみたいに少し色がね、地味なものはね、このカット面を見せるといいんですね。ではまずそこから塗っていきます。まず柔らかなこんな色かなね、それで塗ります。これがキウイフルーツをカットした部分ですよ。キウイフルーツはよく見てみると真ん中が白っぽいので、紙の白を残します。そして同じような少しね、暗めの色でその周囲を塗っていきます。そうしますとウェットウェットでね、自然にグラデーションができてきます。で中心部はね、何かこんな形になってるのね。これは実際のものをやっぱりね、観察するから発見できるなんか面白さですね。さあ、だんだんと濃いめの絵の具でね、細かいものを表現していきます。こんな放射状の線もあるんですよ。これは種がつくためかな。そしていよいよキウイフルーツのね、表の皮の部分ですね。これも色が複雑なんだよね。だからこういう時は、この皮の色を見て、これがどんな色とどんな色で作られているんだろうっていうね、元の原色を想像して、その色を混色して塗ってみましょう。ね、でそこにまたいつもの日陰の色ですね、ブルー系の色を少し加えて、その固有色の暗くて冷たい色としてこの影面を塗ります。またちょっとこういうところも書き起こしましょうね。ほらどうですか、ちょっとね、キウイフルーツっぽく見えてきたでしょ。種を描けば一層そういう雰囲気が出ます。では今度はね、大きなこちらから塗りましょうね。まず明るめのこんなね、ちょっと落ち着いたグリーンでまず塗って乾かします。そしてその上からアンバーの色、そしてグリーンの色を混ぜたこのような色でね、重ね塗りをします。このね、一回ね、乾かしてから重ね塗りする。そうするとね、最初の色が透けて見えて、とってもね、微妙な複雑な色になるんですね。こんなのもぜひね、参考にしてください。そしてこれがまた日陰ですね。日陰は思い切って暗くですよ。そして中間色の色を塗ってぼかしをかけます。はい。ね、日陰をもう一度塗ってみましょう。それからこれヘタの部分ですね。こんな暗い調子が入ってます。で、大体できてきたら、今度はこのように絵の具を弾き飛ばして、あるいは点描で描いたりして、表皮のね、皮の質感を描きます。これは楽しい作業ですね。またね、このナイフでちょっと傷つけるようにね、こんな感じね、私はいつも言ってるんですけども、透明水彩もね、油絵に負けないぐらいね、そのものの存在感を表現するということが大切ですね。だからもう徹底的にね、もうその特徴を追求してみましょう。はいね、こちらの皮のところにまた色を加えて、日陰をもう少しまだ強くして、こうですね。どうですかね、どんどん美味しそうなほらキウイフルーツになってきたでしょ。
ね、細部ねちょっと描いてみましょうね。こだわってみるってのもいいですよ。さあだいぶねできてきました。ではねちょっといらない線を消しましょうね。どうかな。でこのねちょっと飛んじゃった絵の具をちょっと溶かして消してから、ちょっと周り同系色でねこう塗って空間を作ると楽しくなるね。そして、いつものまずね床に落ちた日陰を描きます。こんな調子にブルーを加えてね日陰の色です。この日陰のねこの周囲を少しぼかしましょう。こうですね。さらにねまたね、また気づくとこあったらまた描いてもいいんですよ。本当にね。どうでしょうね。キウイフルーツの感じ出てきたかな。ここをね今少しソフトにしてます。ここのアウトラインをこう柔らかくねしてあげると、ここがぐっと毛孔に奥の方に入っているように見えるんですね。ということはこのキウイフルが一層立体的に見えます。はい、出来上がりです。はい。ね、今回はキウイフルーツをね、描いてみたんでしたね。キウイフルーツってのは本当に可愛らしい果物ですね。だけど絵で描くとなると、ちょっと変化に乏しいのね。それでもよく見ると、このケバケバとかね、こういうところ。いろいろ僕、ね、プロセスでお見せしました。で、でも、こういうキウイフルーツもね、こう、切ってみるとね、また中がデザインが面白い。だから、いろいろ描ける。という話でしたね。はい。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。はい、ということで、それではね、早速、柴崎の質問相談コーナーを始めます。今回のご相談者は、ちょっと読んでみますね。ケイティさんっていう方ですね。ケイティさんは、私は絵を描き始めるときに、想像通りにならないことや、良い絵でないことを恐れます。この恐怖が私を絵を描くことを妨げます。なるほど。そうだね。でもこれは絵を描くだけに限らないかもわかんないんだね。新しいことをね、なんかやろうと思うときに、やっぱりね、新しいことだから、これからどういうことが起こるかわからないから心配っていっぱい起こるでしょ。もう絵も新しいことですからね、当然そういう気持ちになるのはもう絵を描く人誰でも同じだと思います。だからケイティさん、あなただけじゃないんだよね。描いたらうまくいかないんじゃないかとかね、こんな風ないいイメージがあるんだけど本当に描けるかしらとかね、もう考えれば本当にそういうね、もう恐怖ばっかりかもわかりません。でもだからこそ挑戦してみる価値があるんだよね。ヒマラヤ山に登る人、ヒマラヤの8000メートル山に登る人、きっと怖いと思うよね。恐怖があると思う。でもだからこそ登りに行くんだよ、きっとね。絵はやっぱり未知の挑戦だからね。
でもあなた自身の心の表現もう楽しいですよ。ね。だからちょっと怖いかなと思ってもそれを振り切って頑張って描いてみよう。きっとね、素晴らしい絵がだんだん描けるようになります。はい。ということで、またね、いろいろこんなことをね柴崎に話してみたいなという方がおられましたら、インスタグラムのねダイレクトメッセージにあなたのお悩みをね送ってください。お待ちしております。はい。さあどうでしたか。なんかちょっとねいろいろ役に立ったという方は評価とそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますね。はい。今日も最後まで見てくれてね本当にありがとう。それではまた。いかがでしたか。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。